介護保険制度に属することによって生活は維持されている。しかし制度に雇われているようだとしばしば思う。30分に刻まれた時間に就寝までの大切、着替え、移乗を済ませる。会話を楽しむ間もなく、夜の時間の不安を口にすることも間もなく、ヘルパーさんはドアを閉める。一人住まいの人間は時間に合わせて排泄を行う。分刻みでやってくるヘルパーさんを待って、介護度が高くても1日平均3時間ぐらいのサービス提供が限度なので、全てが分刻みでセットされる。穏やかな生活を期待することは困難だ。スケジュールありきの生活、当たり前だろうとの声が聞こえる。家にいるとテレビのニュース番組付けになる。安倍晋三政治の低たらくぶりに付き合うことだ。アンダーコントロールから始まった嘘に鳴らされてしまった。自分がその一人かと思うといたたまれない。そんな中、
性暴力に立ち向かう女性たちは毅然としていた。いつものように横を向いて寝る。間もなく寝入ったけれど、タンはおとなしくしていられない。再び後世に転じる。横になっていられず起き上がり、毛布を肩にかけてもらい、ネプライザーを持つ水筒の霧で触発される。すると絶頂がこみ上げ、ほこりと痰が落ちた。ヘルパーさんが4時間かかったねと言った。お疲れ様でした。おやすみなさい。炎天下、天満基地の周りを歩いた。ヘリコプターの部品が落下する事故があった天満第二小学校。その隣の保育所はフェンスの隣にある。近くの集合住宅の屋上に勝手に上がって、墓地の見えないな、私眼鏡忘れた基地の内部を覗き見るとオスプレイが並んでいた。基地の南端にたどり着くと量を取れる木があって、根元に押し下ろした。芝と乾いた滑走路、真っ青な空のコントラストが眩しい。ブルブルっと鈍い音がブルブルっと聞こえると、着陸態勢のヘリコプターの太いお腹、腹が迫って頭上を越えていった。昨晩のこと、泊まりのヘルパーさんを待って痰を出そうと喉の奥にゴロ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 を温存させた。10時、ネプライザーをオン。精製水の霧を吸って吐いて、目はフィギュアスケートへ。ゆっくりゆっくりとヘルパーさんも構えてくれる。痰が上に上がってきて、ゴロゴロが今か今かとあふれ、均等に叩いて声を振り絞る。叩いて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 、タッピングの嵐。出た。鍵山選手の演技前だった。すねの横の筋肉に緊張が走り、際どい痛さ。王がすぐ夜中に足を伸ばした時に痛さに襲われる。そんな半月が過ぎると痛みが嘘のように消えた。すると足元が伸びて下方に垂れているではないか。最後のあがきを見逃してしまった。異常な展開。人工呼吸器を導入した後の生活を想像することができない。生きるとはどういうことの状態を指しているのか。身動きができず、自力で呼吸ができず、自力で食物が飲み込めず、
でも生きていける。サポートの充足した状況と生きる意志があれば生きることができる。それが医療の現状だ。しかし ALS の患者の7割は死を選ぶ。ありがとうございます。失礼。カン・トッキョンさんとキム・スンドクさんたち日本軍ヤンフの絵を見た時の衝撃は、そこに真実を見たからだ。真実から目を背けるな。真実に謝罪する。真摯に謝罪することでしか解決の道はない。このままでは誰もが未来を開くことができない。改めて宣言する。お腹に力が入らない。いつの間にかか弱いくしゃみにか細い咳に。半年ぐらい前からお腹がパンパンに出ていたのが痩せてきた。いいぞと思ったのは間違いだった。ただ単に力を失ったのだ。か細い咳払いでは痰も追い出せない。お腹に力が入らないとはこのようなこと。パワーレス。どうやら人工呼吸器を導入するかが分岐点になるようだ。生と死の分岐点。父が死の10日前に言った言葉が離れない。僕はもういいんだ。私もそのように決めることができるだろうか。それを望むんだけれど、寺崎明子というフェミニストがいた。よくパフォーマンスを見に来てくれたが、原発に抗議する集会によく出会うようになった。デモの1回に経産省前テントに呼ぶと寺崎さんが詰めていた。がんを患っていた彼女は力を振り絞って活動した。その寺崎さんは死の直前、私に障害者用のシステムキッチンをプレゼントしてくれた。介護保険制度は家族が同居していることを前提に定められている制度。医療制度においても家族が顔を出す。痰の切るには家族は研修を受けなくても行うことができる。事故を想定して責任の所在が問われないからなのか、同居しているパートナーは家族とみなされない。ここでもそうなのか。突然ですが、甲斐の世田谷線の少林神社前に現在住んでいる母の最子は73年前まで玉殿の松陰神社前に住んでいた。73年のズレをすっ飛ばしたのだ。
西洋堂というパン屋、ある西洋堂、商店街の魚屋入っていったところに住んでいたの。それで抜けていったところに松陰神社。駅の反対側行ったら世田谷通り。そうそう。うちは西洋堂入ったところ。そうなの？母は思いがけない脳裏の散策に興奮。散策は一里四方にまで広がった。会員は付き合ってくれて、母は久しぶりの笑顔でした。ヘルパーさんの寝息も聞こえない。グレも静か、静寂。痰のゴロゴロも気配もない。静寂な夜更け。重量のあるトラックが走り抜けていく。私の居場所を教えてくれた。どうぞ取ってください。障害者と病人。私は障害者とか思っていた。ところが最近病人なのだと知った。血栓ができたら下手したら死に至る可能性があると言われ、負担が詰まったらそのまま死に至る可能性があると実感した。生命が奪われる可能性がある。その領域に踏み込んだ。足が動かなくても手が不自由でも元気だった。進行性の病と付き合っていけるのだろうか。病を受容することができるのだろうか。影山選手のフレッシュな演技が終わったとき、私はつい「ファンから解放!」と大きな声で叫んでしまった。途端に差し込みが喉に刺さった。息が細くなり呼吸困難、それに伴いが山ほどたんがり、ああ、深呼吸、入りながら深呼吸、ああ、深呼吸とねじる。落ち着いたのは1時間後、ベッドに移動した。なぜ表現するのか、何を表現するのか考え、それを形にしていることが楽しいから。ピクつきは変調のサイン。音もなく気配もなく、気がつくと力を失う。ピクつきはあちこちで起きる。足から始まり、予期せぬ時にピクリとくる。背中で腰で脇腹で神経細胞が働きを放棄してしまう。すると筋肉がこそり静かになる。体は変形し元に戻ることはない。静かになる。生命をかけて他に立ち向かう。一人自分だけでは怖くて立ち向かえない。腹筋、背筋がないので立ち向かえない。日常的に続くのかと聞くと、そうだという。受け入れがたいことなんだけどな。契約していた介護事業所が17カ所だったとは、それほど人材不足だったのか。
コミュニケーションを維持することは困難だったのでしょう。生きる意義を感じられなくなったのでしょうか。それほど辛い生活だったの？悔しかった？反論もできない？私は想像ができないの。教えて、私に。まあやっぱり行きたい時に行きたいところに一人で行きたい。行きたいんだよね。グレの猫のグレは何でも見ている。母と私の言い合いが大嫌い。間に身を置いていて言い合いが収まらないと見ると行くよとしっかり意思表示して姿を消す。グレは何でも知っている。よいしょ。ちょっとごめんなさい。水が欲しいな。ありがとう。ヘルパーさんと親しくなる。一人一人違っていて面白い。気心が知れてくると楽しい。たとえ短い時間でも弾んだ声で話したい。コロナ禍でも毎日やってくるよ。3.11 が巡ってきたか。北が放射能が飛散した川俣町山木屋を丸2年訪ねていない。目をつむるとその風景が広がる。しかしそれは現状の姿ではない。見続けたかった人間の所業を風景の中に、小学校の校庭に、牧場の跡地のポプラに見続けたい。沖縄を訪ねるたびに身の安心やるさい。佐喜眞美術館で沖縄戦の図の前に佇む。なぜ来たのか自問する。究極の選択をしなければならない芸です感情。人工呼吸器を途中で外すことは許されないという。頭は最後まではっきりしているのに、意思の疎通の方法を失ってしまったら、どんな世界が待っているのだろう。どのように生を全うする考えざるを得ない。ヘルパーさんが桜吹雪の中を走ってくるので気持ちがいいという。今年の桜は満開になったのと、2部3部咲きのがあってねと続けた。そこで私は気候変動に合わせられないものがあるでしょと言った。買い物の時に桜見ましたか。デイサービスの行き帰りに1本だけしきりに桜を推奨し、外に出て楽しめという。でも今日は何だかうざったく聞こえた。京都の林さんが詩を選んだことをどうしても否定することができない。なぜなら私は林さん側にいると思うから。独り身でしょ、女性でしょ、ジェンダーに鈍感な者たちと共に時を分かち合うことができないから。理由はそれだけで十分。巡回介護というのがある。
もに夜中の排泄をサポートするサービス。ところが私の町では巡回介護をやっている事業所はないし、他市の事業所にあっても男性だけが携わっているという、同性介助を望む私のようなものにはサービスが存在しない。利用者が選べる体制を作ってほしい。平等がまかり通っている日本の介護。
とてもいいニュースを聞きました。高橋恵子さんが書いた間に載せたワンについてのウィメンズアートネットワークについての文章が文化庁の日本を紹介する文章を、訳されて外に出ていくそうです。ゆり子さん、多分、来てると思いますよ、ここに。だから知らせに来たし、会いに来たと思って、とても嬉しいです。以上。